はいガイ、カールです。皆さんは子供とのお出かけにどんな準備をしていきますか？私は毎週夫と子供と3人で近場に遊びに行くことが多いです。でも、あれ持ってきたかな？最悪や、忘れた。なんてことがよくあります。子供はもう4歳なので、赤ちゃんの時のようにミルクやたくさんのおむつ、こういったぬいぐるみおもちゃっていうものは持っていかなくなりました。ですが、他にも必要なものっていうのはたくさんあります。今日は日本の子連れの家族が夏のお出かけをするときにどんなものを持っていくのかっていうのを今日はお話をします。日本の夏の気温は35度ぐらいで、昨年だと一番気温が高い地方だと42度っていうぐらいかなり暑い国となってきております。肌が痛くなるような暑さ、ジメジメとして長く外にはいられないような気温です。なのでそのためにも日焼け対策や暑さ対策っていうのをして、水分補給もしながら楽しくお外でも遊べるようにしています。さらにこんなに暑くても虫っていうのは出てきてしまうので、虫対策もしっかりとしています。では、夏のお出かけにおすすめなグッズ5つをご紹介していきます。まず1つ目はハンディファンです。皆さんの国にもありますかね？あるところ多いと思います。日本でも5年前ぐらいから流行り始めています。これをこのように首からぶら下げて風を浴びます。涼しい。最近はいろんな形のものが出てきています。赤ちゃん向けにも発売されていて、ベビーカーにセットできるものも最近はたくさんあります。やっぱベビーカーって地面からの距離がすごく近いので、もうすごい暑いと思うんですね。なので、ハンディファンをベビーカーにつけている赤ちゃんが増えてきています。2つ目は熱さまシートです。これですね。ここに冷たいジェルがついています。熱を吸収して冷却効果を得ることができます。風邪をひいて熱ができた時に使うことが多いです。こんな感じですね。夏場の暑い時に体を冷やすために、外でもこうやってつけてる子が結構いたりします。大人はあんまりこれつけて出歩くことないんですけど、子供はね、たまにつけて気持ちいいってやってることをできます。3つ目は日焼け対策です。日差しがとてもきつくなってきたので、日焼け対策は必須です。これが日本で発売されている子供用の日焼け止めです。すぐ子供は汗をかくので、2時間おきぐらいにこういったのを体や顔にベタベタってつけています。特に首の後ろ、鼻の上っていうのは日焼けをして赤くなってくるので、こういったところは頻繁につけてますね。そして日焼けをして帰ってきた後は日焼け止めを塗っていても多少、日焼けをすることってあると思いますので、帰ってきたらしっかりと、保湿クリームを塗ってクールダウンさせています。4つ目は虫に刺された後の対策です。虫除けのスプレーっていうのを持ってはいるんですけども、それでも場所によっては噛まれてしまうことってありますよね。そういった時はこんな虫除けのムヒパッチっていうのを使っています。これは虫に刺されたかゆいところにアンパンマンのシールをペタッと貼ることでかゆみを抑えることができます。他のメーカーさんだとポケモンのピカチュウの柄も売っています。4歳の子供だと、こういったアンパンマンのデザインが人気かと思いますが、小学校ぐらいになってくるとポケモンの柄なんかも使っているお友達が多いです。そして最後はビニール袋です。これは夏に限らず年中持っておきたいものですよね。今日ご紹介をした冷えピタや虫パッチなど、ゴミをこの中に入れて、持って帰るっていう
ことが大事です。もう本当日本って道にゴミ箱が置いていないので、ゴミは必ず持って帰ることになります。そのためにもビニール袋は必須となります。他にもコンビニとかお出かけお買い物をした際のマイバッグ代わりにもなるので、たくさん持っておくと便利です。そのお出かけグッズをこんなドクターイエローのバックパックリュックに入れてお出かけに行っております。また今週もどこかにお出かけを行ってきます。今日お話をした日本の子連れの家族の夏のお出かけグッズは皆さんの国とはどこか違っていましたか？ぜひコメント欄で教えてください。See you!